んばんは。最近リアショックのセッティングをいじってみてるんですが、ちょっとそれについて話してみようかなと思います。で、これからなんか素人がつらつら話すんですが、アドバイスや、こうやってセッティングするものだよなどあればぜひ教えていただきたいなと思います。MT-09SP を買ったので、前がカヤバーでリアが、オーリンズの、サスペンションが入ってるんですが、前後どっちもセッティングいじれるようにはなっているんですが、ちょっと前の方はよくわからないので、一旦置いといて、でリアショックの方ちょっといじってみてます。でリアショックは、スプリングプリロードと、圧速減水力と、伸速減水力がセッティングできるようになっていて、で、納車時は標準のデフォルトの値でセッティングされて、ました。それを主にハードな方に、変えてみているところです。で、変えてからしばらく乗ったりしていて、プラシーボかなとか思ったんですが、やっぱ明らかに、走りが変わって、やはり何かリアだけでも違いが出るんだなと思っているところです。で具体的に変えたのが、スプリングプリロードの方についてはあんま詳しいことは分かんないんですけど、プリロードなので、あらかじめかかってる荷重の度合いを調整するものだと思うんですけど、シート高とかそういったところに変わってくるのかなと思うんですが、デフォルトが一番ソフトなセッティングになってるんですよね。で、今このバイク乗ってて結構シート高が高くてギリギリなので、一旦はセッティングは置いておいてるところです。で主に、伸速減水力と圧速減水力の方をいじってみています。で結論から言うと今どうなってるかというと、伸速減水力の方が、30段階調整できて、で標準値が、18にセッティングされています。でそれを、5まで小さくしました。でもう一つの圧速減水力ですかね。でこっちは、確か20段階調節できて、で標準値が10になっているところを3まで小さくしてみました。で多分、ハードな方に、セッティングしたので、姿勢の変化が小さくなってるのかなと思うんですが、実際そうなってる気がします。で一旦なんでこの数値に落ち着いたかってとこなんですけど、主にこのスタートの加速ですね。ここが、見違えるように、変わりまして、以前はなんか1000キロぐらい走った時にも、感じれて、で今もあんま変わってなかったんですけど、そこからのトルクが、強烈で、正直振り落とされそうになるっていうのは正直なところだったんですけど、減水力のセッティングをハードにしたことで、この沈み込みが抑えられて、すごく楽しくなりました。不安感みたいな過激さはかなり軽減されて、
こう振り落とされるような姿勢変化みたいなのがかなり軽減されて、かなり安心してこう加速できるようになって、これがストファイかみたいな気分を味わってます。すごいバイクですね。正直加速時に後ろに置いてかれそうになってたんですけど、自然とこう前のめりになれるようになりましたね。でこれによって、乗り心地が悪くなったかっていうと、そんなことはない気がしますね。スプリングプリロードの方が、そういったところは影響が大きいのかな。ちょっと詳しいことは分かんないんですが、1回、圧速と新速の方どっちも一番ハードにしてみたことがあったんですが、その時は一瞬の変化のギャップとか、そういったところもあって、なんか跳ねる気がするなっていう気がしたんですが、あれも乗り慣れたらそんなことはないのかなとも思いますが、ちょっと緩めて乗ってるっていう感じですね。いやー、もっと早めにいじってみたらよかったなって思いますね。こんなに変わるんだっていう感じです。で、一応セッティングのターゲットは、街乗り楽しく乗れるようにっていう、コンセプトで、なんとなくでいじってみてます。でこれが、高速メインとか、あと峠の上り下りとか、そういったところを目指すと、また変わってくるのかなとは思います。でコーナー時の姿勢も確かに沈み込みが小さくなって、で姿勢変化も小さくなってるのかなっていう気がしますが、街乗りしてる限りではぐにゃぐにゃ回ることはないので、違いによって乗り方が変わるということは、今のところ起きてないかなと思います。サス変えてしばらく乗ってるんですが、ちょっと変えた時の、ファーストインプレッションといいますか、感想みたいなものもちょっと見ていこうかなと思います。伸び側が半分に、圧縮側半分の5に変えてみました。今のところですが、乗り比べてないので正直よく分かってないですさあどうでしょう。心なしか沈み込みが小さくなったような気が。乗り心地についてはあんまり違いはわからないですね。跳ねたりとかは今のところしてない気がします。ちょっと急な上りを登ってみようと思います。どうなんでしょう。最後一番ハードにしてみようかなと思います。全然沈み込まないなんか硬い気がしますね、これは。明らかに硬い感じはわかるんですが、柔らかめよりもしかしたら好みかもしれないです。ストップ&ゴーを繰り返すような時には、ピッチが小さくなって案外乗りやすいかもしれないですね。タイトに曲がるなら、やっぱり硬い方が曲がりやすいんでしょうね。
加速しても振り落とされそうになるような重心移動はないですね。結構安心して加速できる気がする。固めの方が良かったのかもしれない。安心感あるな。参考情報として、170センチ65キロですね。で、あとは、今はリアショックだけいじってるんですけど、もしかしたらフロントのショックも変えてあげると何か変化があるかなとも思います。オーリンズのリアショックみたいにつまみをくるくる回すわけにはいかなそうで、レンチとか使うんですかね。ちょっとフロントはショップの人にちょっと聞いてみてからいじってもいいかなとも思ってます。ただフロントはどうなんですかね。結構タイトに曲がったりするときに違いが見えてくるのかなという気もしますが、なので街乗りだったらあんまり違いは分かんないのかな。沈み込みが小さくなるので、もちろんウィリーはできなくなりますね。できなくなるというか難しくなるんじゃないかなと思います。逆にウィリーするなら柔らかくしてあげれば多分もっと簡単に浮くようになりますね。危ないのでやりませんが。